いかがでしょうです。今回はナビ vs ITP チームというわけで、BO2 の2戦目、前回の動画の続きになっております。前回の方ね、言った通り BO2 ということで、2戦合計でのスコアになります。1戦目のね、結果このままいっちゃうのでね、見たくない方は、聞きたくない方は先にね、そちらの方を見てほしいんですが、初戦の結果は11対12で約 3.8% だったかな。それぐらいの差がつけられているような状況です。星 1、3.8% ぐらいだったかな。そんぐらいの差。とりあえず星1の差がありますね。なので逆転するためには、星 1、3.8% 以上のスコアをつけて2戦目に勝利することができるかどうかというところが今回の試合の見どころになっております。はい。というわけで早速やっていきましょう。はい。というわけで早速やっていきましょう。星3から突ウィズラバル。何度かね、おでんを使った突ウィズですね。さあ、初手も、おわーおとはいえ多分呪文タワーでしょ、目的は。さすがに。ここでいいなら、ここでいいなら十分ですね。より奥にとか、さすがにそういう突するにはだいぶヤンキーすぎるあれだけど、しっかり届かせていって、これは突トーム。決まりそうですね。狙ってたところ、もう一回かけて、逆サイの対地クロスも降りたいんですけど、そっち行っちゃうんですね。ちょっと援軍釣りたかったな。この対地クロス、援軍釣れてるやん。上の方でもう、見切れてましたね。いいや。あった。キング出しつつ、ウォールブレーカー2回使いつつ。これによってキングがこれ、対地クロスも触れるような、素晴らしい、クイーン投石対地クロスと、クイーンのための被弾をだいぶ弱めていくような形。そして残ったウィズトに一発。運命な、これ。さあ、無敵状態。フェニックスモードのキングも一緒にクイーンのサポートをやりつつ、アイゴレを中心に。ナイスバルーンカット。さあ、もうこれはね、タウンホールの方はいけるでしょっていうところを目切って、もう逆サイドラバルを展開していますね。フリーズかけるかな、これは。フリーズをかけて、ちょっとこれクロークタウンホールに合わせたかったんですけど、キングに吸われてしまってるので、一度フリーズかけてキングを処理してからのクローク。さあ、インビジブルタワーもね、しっかりあるのでね、かけ続けないといけないというところ。少しめんどくさいですが。さあ、そしてね、まだロイヤルチャンピオン使ってなかったんですね。ロイちゃんつけつつ、ウィズ島のタゲ取るここのジャイバルーン、細かいところも丁寧。これいいですね。さあ、ヘイストでバルーン走らせていって。いや、うまいな。突おでん系のね、おでんトーム系の突ウィズとかね、突アチャな時代の時に結構流行ったんですけど、最近ほとんど見なくなってたところ、またちょいとずつ増えてるような印象を受けます。さあ、対戦相手の方を見れば、なぜね、さっき言った通り、突系のものがなくなったかっていうと、シンプルに対策が厳しくなったっていうところがやっぱり大きくて、その、最たる例が呪文タワーでポイズン採用っていうのがめちゃくちゃ多かったっていうところ、ポイズンタワー多かったですよね。でも今はどうですか？インビジブルタワーとレイジタワーがメタになってますよね。そうなると逆にまた、突ウィズ系、突アチャ系ができるというところで、呪文タワーによって環境がある程度ね、左右される部分もあるんじゃないかなというところ。かなり大きい部分占めてると思います。タウンクイヒー、キングとイエティカットも逆サイドやっていって、これイエティ対空砲まで折れない。しかも大工に直されちゃう。この対空砲折れたら美味しかったんですけど。これキングフリーズ打った方が良さそうですが、打たずに、そのままクイヒーの方で触れるからというところですかね。上側の方に流れてくるルートなので、大丈夫。でと。いや、いいタウンクイヒだな、これ。タウンクイヒってタウン取った後が結構大事なんですけど、タウン拾った後のルートとしてもかなり強いですね。さあ、下から一気に大量のもの出してって、いきなりトーム。レイジまで置いちゃう。対クロス、投石ってなるとね、ヘイストをかけたところでも一発で壊して進むにはね、弱いので、
レイジをかけていくことで一気に突破していく。クイーン本来入って欲しかったルートではなく、ちょっと内側に入りすぎてしまってるんですが、ここは一旦クローク使ってごまかして戻ってもらってる隙にみたいな形を取りそうですね。ギリギリまでクローク貯めていって、ここでクローク、さ、ヒーラーにダメージが入ってしまうんですけど、このぐるっと回ってごまかしてる間に、バルーンたちも合流してくる。さあ、遠づきから触ってほしいんですけど、触った先は対地クロスというところ。ただこれドラゴンライダー強いっすね。ライダーだけ残っていく形。ライダーとディギーとオーデン。T シャツみたいになっちゃったね。さあ、これは。いやー、強いな。ライダーが強いな。ライダーとオウルが強い。オウルの一撃がこれ、テスラ。さあ、そして第1クロスまで。残ったユニットの量はかなり少ないんですけど、ライダー採用ですね。今回、ボマー型だったので、兵器を自由に使うことができた。その中から出てきたユニットで押し切っての全開。ガーサス。さあ、お互いに全開スタートで、リード変わらぬというところなんですけど、ガクヒーラー7体型のスーパーオーラ。なるほど。クイヒーオデヒーそれともロイヒーヒーラーつけずにまずはやってますね。さあ、ここに5体出しましたね。5体出しました。残したヒーラー2体をどう使うかですね。シンプルにクイヒーが始まってます。この配置あれだね。初戦でガクが攻めた配置だね。初戦の方ではクイヒードラゴンでの選択をしてたんですけど、逆サイド。1本目ではね、上のサイドでクイヒーやってたんですけど、今回は下のサイドで、一応対策同じサイドだとやられるかもしれないというところで対策変えたんじゃないかなと思います。さあ、ここ、なるほど。クイヒーとスーパーボーラーパート別々になるので、ヒーラーを本体にもつけたいというところで、スーパーボーラーつけてきました。考え方としては結構似てるところで、中心突破するユニットをドラゴンではなくてスーパーボーラーに変えたわけですね。なるほど。これは強いね、確かに。ボーラーとかも、ドームにかかって。ヒーラー2体しかいないんでね、普段よりは回復量圧倒的に少ないんですけど、レイジの呪文をできるだけ、どれだけスーパーボーラーに使えるかっていう部分だったんですが、使える枠数はやはり少ないですね。クイヒーも同時展開やってるので。今回はクロークしっかり使って、外周部の大砲にもジャイビズを使いつつ、ロイヤルチャンピオンをタウンポイズン、消えるタイミングでマルチ相手に差し込んでいく。フィスト使って外周部削り、ドラゴン、ちょっとね、1戦目の方と見比べてみてほしいんですけど、中心部の伸びというところかなり変わってますね。さあ、これ、クイヒの方も完璧に今回は決まったっていうのもあるんですけど、強いなぁ。圧倒的に4ヒーロー生存と。こういうのもありなんですね。ヒーラー2体だけ添えて。面白い。こういう細かな、柔軟なプランニングができるのもね、ガクの強みの一つですよね。このヒーラー7体のね、あれはめっちゃ刺さってるね。おいやイーグルと第1クロスと、何か、レイジタワーか。イエティカット。この配置も初戦使われてましたかね多分。星1になりかけてた配置だ。さあ、天才になってて、ウッドランチャー。マルチインフェルノの方まで。さあ、ジャイウィズ使いつつ、ロイちゃんとか出さないでシンプルなサイドカットのみっていう感じですね。ロイちゃんはやっぱり出てきた。ちょっと遅れての登場。タウンホールまでこれ見ていくのか。さあ、アイゴレの方が弾け飛んで。
出てきたのはエレクトロタイタンとイエティというところ。さあ、ここにレイジを打っていく。さあタウンホールの方もゴリゴリに固めていって、さあ残ってる呪文もヘイスト一発のみですね。かなり呪文をリックパートに割いてきました。天才とフリーズの呪文を使っていって、だいぶこれはリックパートに重きを置いた呪文構成ですね。さあギリギリまで引きつけてのヘイストラバストライカートーム。これは強いぞ。さあ中心部トームでユニットたちでタゲ取ってるので裏からバルーンを差し込みつつ、ただマルチが最終ですからね。マルチ最終。エレクトロタイタンがリクスケを一瞬で処理していく。これはウィズ島にバルーン当てるしかないですかね。いや、数が多すぎるな。いくらマルチとはいえ、ちょっとバルーンの数が多すぎて、止まらない。数が多すぎる。マルチ、期待のマルチだったんですけど、ちょっと、さすがに手が届かず、千手観音でも手が足りないほどのバルーンが残っていました。さあ、これで対戦相手3連か？いや、止まんないね。失礼、2連全開でしたね。とはいえ、前回の試合でもね、3本の全開を取ってた対戦相手、やはりレベルは高いですね。さあ、ベルナウクイラバ。モノリスオデンゾーのところに、ロケバルだ。なるほど。ナイスロケバル。ナイスロケバルだな、それ。確かにイエティよりもロケバルの方がいいシーンっていうのはあるんですね。この突イエティ的な使い方で。いい発想。これは確かに強いな。イエティだと今のロイヤルチャンピオンに反応してね、壁殴ったりして逆サイ行っちゃうし、レイジがね、必要になってきそうなポイントではあったので、うまい使い方ですね、今のは。クイーン、これはかなり強気に、レイジを浅めにかけていきつつ、ホーミングチェックのバルーンもこのタイミングで通すことで、ウィズとスイッチで奥まで見える。いいね、クイーンが戻らないように。ホーミングチェックは1体。よいしょ。さあ、レイジタワーに乗ったということで、レイジもこちらを置いていきつつ、キングで外周部削る。さあ、くるっと戻って、いい誘導なんですけど、いや、投石のダメージが高えなレイジ乗るとやっぱり。ただ、投石のみになっているので、ここは安心して見れる。さあ、ホーミングチェックのバルーンと、ナイスウォールブレーカー。さあ、もう2枚ウォールブレーカーがあるんですけど、いいホーミングチェックだ。もうアフロの金。いつボーボボにしか見えんよな。出てきた当初はね、スプラトゥーのね、金なのかと思いましたが、こうやって実際に動くやつを見るとそうでもないってところでラバの角度だけしっかりつけて、これはまあタウン前マルチ IT とかこの辺をね、見るような。ナイスホーミング。ナイストルネ解除。さあ、もう一回フリーズ。タウンホールの方はレイジまで置いてからのナイストームが入っていきます。対空砲の方ちょっと3時残ってますね。クイーンの方で真ん中貫通はできるんですけど、ロイヤルチャンピオンをここから使っていきます。ヘイストがちょっと腐りそうなんで、バルーン6体近めに出したい感じはある。さあ、フリーズをかけて、フリーズ少し漏れましたね。対地クロス固まってないことでクイーンが被弾を受けて、ロイちゃんもちょっとここは被弾を受けてしまう。インビジブルをどこに打つかがすごく悩むかなというところ。クイーンの方もこれ。いや、対地クロスにこれフリーズ入れてないのが結果的には少し痛いか？さあ、ディギがしっかりと届いていって、ベルナウいける？ナイス？いやー残念。99%。惜しい。スケイン部だ。はい。
おお、強気にここは。おほほほ、モノリスまで降り切って。キングをクイーン区画に入れつつ、ゴーレム展開、ウッドランチャーまでセットされてますね。いや、ちょっとがっかりしちゃいますよね、今のね。こういうの少しね、流れあったりするよね。逆サイドは、おう、いきなりのウッドランチャー。テスラとこんにちは。気づいてなさそう。おーら。福助、巨爆までセット。これはウッドランチャー全く刺さらず。ロイヤルチャンピオンの方もかなり苦しそうな立ち位置になっています。クイーンクロック、これはやりたかったことが全くできてなさそうなレベルで伸びてません。ちょっとさすがにこのランチャーは何も盾がないところから出したんでね、テスラが生えた時に対して弱い使い方だったんですが、しっかり刺さりましたね、トラップが。賭博まであったんでね。これ、タウンホールの方にちょっとバルーン集めたいんですけど、ウォーデンがだいぶ流れている。おや敵の星1、もう一回フリー。もう一回フリーズ。あー、おでん来ないでー。いやー。ドガーン。ワンチャンの星1あったなー。奇跡のおでん流れ、星1あったなー。まあ、とはいえこれは、だいぶパーセントの低そうな防衛になりそうなので、非常に大きな一本ですが、アタックの内容からするとね、もっとひどい結果になってもおかしくなかったような展開だったんでね。まあ、これによってこの試合でのリードは取れていくような状況ですね。初めて、この対戦相手にリードを取る展開。あとは星数です。まあ77となると、まあさっき99だったので 22% のリードを現状持ってると。まあパーセントのリードがちょっとまだ足りないかな。あと欲しいしさ。どこまでこのから伸ばせるかというところ。78% 終了。さあ、クラウス、大森5発。スニゴブ16。なんだラバトツから入りますね。これはトツウィズからやるってことかな。うわー、ホングー。対策しっかりされているが、ボールブレーカーもしっかり持ってきてはいるので、いや、危ない。さあ、援軍釣りつつ、まあ。トラップ引っかかったな割には、削れたんじゃないかなというところ。さあ、スニゴブも今同時並行でタウンまでやってますね。ここはインビジブルタワーの解除をしたいんですが、ちょっとできないので、2体出していきましたね、次。2体使って、インビジブルタワーが解除できない。フリーズインブにすんのかな、これは。フリーズインビジブルでタウンホール破壊の方を見に行きました。さあ、これなら大丈夫と。さあ、陸おでん型ですね。1枚目のアイゴレが飛びつつ、ボールブレーカー使ってフィスト。陸助えぐい。さあ、ロイヤル、ここはストライカーの方がしっかりトムにね、フィストのタイミングに合わせて登場します。さあ、ロイちゃんの処理ができつつ、これクイーンまでストライカーで一発入れば十分なんだけど。角度変えてロイヤルチャンピオン展開。フリーズコウモリバット。さあ、これマルチ IT のとこだね。いやー。フリーズの枚数が足りなくなってしまったか。全く伸びない。なるほど。
まあ、インビジブルターンにね、フリーズを落とされた結果、まあ、ここをフリーズ2枚ジャストで見てたんですね、プランニング的に。まあ、その結果、伸びなかったですね。ちょっと、ウィズ島の方のタゲもね、ドラゴンライダーで取れてなかったですね。あとは囲うようにバルーンを出していく、というプランニングだったんですが、少し伸びず。発想としてはね、面白かったですね。面白いコウモリの使い方は、すごく見てて楽しいんですが、80ちょっとですかね。81まではいけそうですけど、全ユニットトーム使って81まで伸ばそうというところ。81% 終了です。さあ、対戦相手とツイズラバル。もうこれ以上、星数を離されたくない。1戦目でね、1点差のリードを捉えた状況での2戦目になってるので、今回もロケバルを持ってる人なので、まあロケバルを使っての突撃感を出してくるんじゃないかなというんですが、どうですかね。一旦、大砲削り。からのロケバルチョン。からの突撃艦。これは、イーグルのところまででいけという。ね。イーグル対1クロスのところを、まずは、突撃回していく。いやー、内側まで綺麗に入って、ジュモンターも入れつつ、アイゴレが1体飛んでますね。さあ、このまま3時の方にクイーンを置かしつつ、キング、透析区画合流。まあ、タウンラバルやりつつ、ロイヤルチャンピオンを自由にどこか使うという形ですかね。真ん中マルチあたりに刺すのが普通というか、このプランニングならやりそうだなって感じですが。いいウォールブレーカー。真ん中マルチはクイーンで解決ですね。ロイヤルチャンピオンの方にもストライカーが刺さっていって、これキングはフェニックスではなく、フロスティ型なんですね。フェニックス型ならもうこれフリーズとかかけずに放置でいいレベルだったんですけど、もしかしたら1本目で陸やった人がヒーローペット付け替えずにそのままやった可能性はあるな。陸と空両方やる人だとね、そういうこともあるかなと思うんですが。さあ、クイーンの方も流れちゃいましたね。真ん中マルチクイーンで解決できず。さあ、ラストフリーズ、インビジブターにかけていったんですけど、ここヘイストトーム、インビジブターが、ナイスワンチャン来い。さあ、ただいいタイミングでバルーン出してますね。さあ、ヘイスト2枚掛け。ドカン。まあ、星1ならないようにね、全力で取ってきました。とはいえ、これによってパーセントもまたしても低くなりそうな展開なので、ありがたい。まあ対戦相手からするとね、初戦のリードがあるので、星数同点は勝ちなんでね、相手からすると。なので、このまま、星1のような大きなミスをしないように続けていく。ね。78か9というところですが、大工の直し力が高い。ナイス。さあ、ラストアタック。カズマくん、クイラバにライダーが1体入ってる形ですね。さあ、バトルドリルセット3時クイヒースタート。カズマくん自身が持ってる配置にかなり近いというか、ちょっと変わってますね、外周部。
さっきもね、対戦相手でラバルしてた人が突っこけてましたが。クイーンの動きはこれで合ってるのか？うわ！いやー、しんどいな。ちょっとこれはぐるぐる。さあ、赤枠ヒットが続く不穏。いやー、危ない、インビジブル。よかった。援軍に釣られなくて、とりあえずは安心ですが。やりたかったことは大きく崩れている。ウッドランチャー型のね、クイヒーを見てたっぽいんですが、中身もね、当然そうなるとウッドランチャーに合わせた中身になってると思うので、ここからのリカバリーウォールブレーカー2枚。いやー、左につくか。ライクにつけたかったところ。ここはロイヤルチャンピオンを使って、第1クロス一度止めつつドリル。いやー、ヒーラーがやばい。耐えろ。ウォールブレーカーは、真ん中空いたので OK というところ。もともとそっちを狙ったのかもしかして。インビジブル？いやー、ちょっとリカバリーも間に合わない。ちょっとこれは大きくミスが続き、どうしようもない状況ですね。ちょっと苦しんでますね。さあ、レイジタワーの解除だけさせていきつつ、終わるぐらいのところからスタートなんですけど、とはいえ、ちょっと長いので、レイジタワーも、まだ切れてなかったね。もう一回フリーズ合わせるしかないです。ストライカーも合わせつつ、ここで一気のトームなんですけど、間に合うか？危ない。苦しい。さあ、インビジブル9時に打ってますが、こちらも A% でのアタック。1戦目に続きちょっとまたしても、3% になってしまいました。76% 終了。さあ、最終アタック対戦相手61天才のエレクトロタイタン編成ですが、1本目で星1をしてしまった配置ですね、対戦相手が。さあ、おでんの方で対1クロスのタゲを取って、対1クロスに対してシューターをぶん投げていくスタイル。このままタウンホールの方を処理しなきゃいけないんですけど、そうですよね。インビジブルタワーもあると思うので、早めにそれやっとかないと、タウンホールが現れないというところで、先にやっていった。対1クロスの方折れたので、もうおでんの介護はいらなくなりますね。対空砲まで拾ったら OK かな。タウンホールの方はこれ、ホグとか何もチェック出さんのね。この辺なんか、チェックしても良さそうなところで。初戦のリプレイも見てると思うので、それで OK と踏んだかな。さあ、エレクトロタイタン、援軍に対して強い、怖い機のトームスタイル。ホーミングチェックのバルーンもしっかり入りつつ、ヒーラーの方もスライドしてますね。HP 削れたエレクトタイタンの方も。タイタン5体編成だし、しかも上に流れたタイタン強かったな、今、リックスキー一瞬で処理して。下側の方は、シューターすでに割れてしまっています。中心部までレイジ乗っけつつ、ここはジャンプとフリーズ合わせつつ。エレクトロタイタン強いな。リクスケ止まんないって地味だけどマジで強いよな。本当に強いわ。あれもさ、ね。赤信号止まらないって地味に強いもんな。環境トップメタだろう。信号止まらないってね、地味に強いよな。全部青信号止まんなくていいんでしょ？結構集合時間変わるよね。
家出る時間変わるもんな。地味だけどやっぱそれ強いよな。それと同じようなことしてるもんね。そうやって考えるとマジで強いわ、このユニット。さあ、ロイヤルチャンピオンこのまま回っちゃいそうですね。キングの方も、フェニックス付きでまだ残ってて、エレクトロタイタンも残ってる。トラップの方はかなり出てしまってる。これは強い。いやー。さあ、ロイヤルチャンピオンの方は大工の方で削られかけてますが、はい、というわけで終わりまして、12対13敗北と、パーセントの方は全く一緒でしたね。91.20 対決。まあね、BO2 だったので2戦合計でのスコアが勝った方が勝ちという形だったんですが、2戦とも対戦相手の ITP の方が上回る結果で、完全敗北を喫してしまいました。これによって、3位決定戦の方に回る形になります。まあね、相手も強かったですね。強かった。この環境で2本ともね、ナビに勝てるクランってそんなに多くないと思うので、シンプルに対戦相手は強かったと褒めるべきだし、うまいアタックも多かったですね。これによって3位決定戦の対戦相手はトライブゲーミングになりました。勝ち上がったのは逆サイドの方がね、クラッシュチャンプスということで、元スペースステーションのブラジル勢になってます。と、この ITP というクランが決勝戦を行うことになります。3位決定戦トライブもね、すごくいい対戦相手というか、実質、どうだろうな。ナビ VS トライブの方が実はレベルの高い試合になるんじゃないかなんて言われそうなぐらいのマッチなんでね、そっちも楽しみにやっていきたいと思いますので、次回もチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録お願いします。またお願いします。